2026年阿蘇で行くべき絶景スポット。熊本阿蘇のここだけは行くべき厳選した5選をご紹介いたします。鹿児島県民53歳、5年間で九州沖縄8万キロを走破、48歳で大型バイク免許を取得して憧れの川崎 Z900RS を購入。現在 BMW SNR が相棒のおっさんでゴース。今まで阿蘇を100回以上バイク旅したおじさんがおすすめする1泊2日1泊2日で十分満喫できるここだけは行くべき阿蘇厳選スポット2026。リターンバイカーがおすすめする聖地阿蘇の感動できるスポット5選をお届けいたします。まずはじめに私が選ぶ阿蘇ツーリング第1戦。第1戦は鍋ヶ滝になります。お茶の CM ロケ地としても有名で、短時間で阿蘇の自然を満喫できる場所でツーリングの休憩にぴったりです。滝の裏側に入れる珍しい裏見の滝が体験できる、全国的に見てもとても珍しい滝になります。この光のシャワーも見ているだけで心地いいですね。カーテンのように幅20メートルも広がる優美の水の流れが緑に囲まれ幻想的で、マイナスイオンを浴びれば心が洗われる癒しスポットです。この幻想的な鍋ヶ滝を体験するには、混雑しにくい午前9時から10時がおすすめです。ぜひ一度この鍋ヶ滝を訪れてみてはいかがでしょうか。それでは私が選ぶ阿蘇ツーリング厳選スポット第2戦、白石峠展望所になります。その前にちょっとこの阿蘇の新緑の絶景ロードをご覧ください。阿蘇ツーリングで白石峠展望所の最大の魅力は、阿蘇の広大な草原と外輪山のパノラマが360度広がるめちゃめちゃ穴場スポットです。ちなみにこの映像は2025年夏に撮影したもので、2026年4月時点はこのような映像になります。よし、猫だけが目の前に迫るような超絶景です。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。次の厳選スポットをご紹介する前に、阿蘇で食べるべき朝食とランチをちょっと紹介いたします。早朝の阿蘇を朝掛けしてですね、朝活したらもうその後って必ずお腹がもうペコペコになっちゃいますよね。で、ホテルに泊まっているんだったら朝食なんかですね全然心配ないんですけど、もしホテル泊まってないならどこを選んだらいいかと散々ですね阿蘇を走りまくって探し当てた場所をまず1箇所ですねご紹介いたします。題してジャンル別朝食参戦。場所は瀬の本レストハウス近くの瀬の本高原ホテルになります。
大観峰からですね、バイクで25分で行ける場所になります。阿蘇は本当、朝食はですね、朝から空いているお店が本当少なくてですね、自販機でコーヒーだけでもいいっていう場合もあるかと思うんですけども、今回ですね、あえて朝食食べれる場所をですね、今回ご紹介したいと思います。ちなみに料理はバイキング形式ですね。宿泊者以外も事前予約で利用が可能っていうのが本当お得ですよね。大人1名2000円と。朝食にしてはちょっとお値段が高くなっちゃいますけども、これも阿蘇価格と思えばですね、2000円も仕方ないかなと思いますけども、なんせホテルで食べられますからね。そしてフロントの方でですね、予約してた何々ですと料金をお支払いしてダイニング会場へ向かいます。なんと2時間食べられますからねで、料理の内容はですね、いろいろあります。ちょっと今回の動画では短めに編集してありますのでご了承ください。実際ですね、この瀬の本高原ホテルは宿泊したことがあります。昨年の夏場に宿泊したことがあって、もう景色もですね、お部屋もご飯もですね、温泉も素晴らしいホテルになります。特にですね、夜の露天風呂、こちらはですね、ほんともう阿蘇全体を体中でですね感じれるぐらいですね、素晴らしい露天風呂ありますので、ぜひ機会があったらですね、泊まってみるのも絶対いいかなと思えるホテルです。次は熊本といえば絶対外せないお弁当の平井です。一番美味しく食べるコツはこの名物ちくわサラダをお店の惣菜コーナーで購入して店内でうどんを注文してテーブル席でいただくとこれがやっぱり熊本では王道ですかね。うどんそばもなんと400円台からありますからね。本当これは財布に優しい。サラダチキンを買ってきます。ぜひともお弁当の平井さんおすすめいたします。そして3つ目ですね、朝からオープンしている竹庵さんですね。これは阿蘇で有名な高級旅館竹笛さん監修の朝食屋さんになります。もともとですね、お蕎麦屋さんだったところをリニューアルして昨年の暮れからですねオープンしているまだ新しいお店になります。こちらの売りは何といってもですね、高級な阿蘇の卵も食べ放題と食いしん坊にはもってこいのお店になります。こちらがですね、明太ラー油を置きまして、はい、でこれを置きまして、はい、これを引っ張って落としてもらったら、ここがきれいに割れますので。おー、すごい。お醤油かけてもらったらやりやすいかと思います。はい、ありがとうございます。面白いですね。阿蘇通行ったらやはりこの竹庵さんですね、一度は行くべき場所ではないでしょうかね。この卵の白身のトロトロ感がですね、今まで見たことのないような卵の概念が変わるような質感ですね。なんと朝7時から夜は夜中1時まで開いている貴重なお店ですね。では TKG いただきます。おかわりは無限にできます。ぜひこの阿蘇ツーリング行った際にお食事ですね、食べてみてはいかがでしょうか。
それでは私が選ぶ阿蘇ツーリング2026年厳選スポット第3戦。阿蘇スカイライン展望所になります。阿蘇カルデラを360度見渡す天空のパノラマの絶景。標高約1000メートルの高台から中岳の噴煙、阿蘇五岳や草原が一望できる阿蘇の雄大さが体験できる爽快スポットです。昼間のこの阿蘇スカイラインもとても景色いいんですけどね、できたら早朝がもう絶対おすすめですね。バイクを止めて深呼吸して写真タイムには本当最高の場所ですね。それでは私が選ぶ阿蘇ツーリング2026年厳選スポット第4戦。阿蘇のベストシーズンをちょっとご紹介します。一番ですね、ゴールデンウィーク明けから5月中旬ですね。新緑がマジで美しいです。特に野焼跡の草原が一気に青々としてミルクロードや外苑沿いの道が本当日本一のツーリングロードと言われる景色に変わっちゃいます。2番目にいいのはやっぱり秋ですね。9月から11月ぐらいは特にもう本当心地いいですね。過去にもセラモトレストハウスなんかでバイクイベントなんかもたくさんあるシーズンになりますね。今度はバッドシーズンですね。阿蘇は12月から3月はですね、ほぼ毎日凍結します。何度も私この昨年の12月からですね1、2、3月と行きましたけども、特に午前中はですねほぼ凍結しまくってますっていうか走れないですね。皆さんももし遠くからですね阿蘇いらっしゃるんでしたら、ぜひこの12月から3月中旬まではですねちょっと阿蘇の方は我慢してですね、熊本天草方面のですね海岸線沿いを走られるツーリングが絶対安全でいいと思います。楽しいバイクライフを長く続けるためにこの情報はですね皆さんとぜひともシェアしていただきたいです。それでは私が選ぶ阿蘇ツーリング2026年厳選スポット第4戦。阿蘇五岳の中の木島岳になります。いつもの阿蘇の景色とちょっと違う角度で見たくてですね、早朝3時から登ってですね登山して、途中でちょっとした幽霊と遭遇しながら朝日を眺めることができました。ここマジで人生観変わりますね。何の悩みもなかったんですけどね、自然と涙が溢れてくるような感動という言葉を通り抜けた素晴らしい世界が存在してました。自分が生まれてまだ53年しか経ってないこの3500年前の噴火口跡で、僕はいろんな歴史を想像しながらこの
雄大な景色を眺められたら本当一生の思い出ですね。バイクに限らずなんか挑戦するってなんかいいっすね。大人になればなるほどやめなきゃいけないことって結構ありますけども、たくさんいっぱいですね。若い頃と違って多くは望むことできないですけども、なんか何でもないことってすごく幸せだなって感じますね。普段バイクでパノラマラインから見上げていただけの木島岳の景色、おじさん足つりながら頑張りましたよ。頑張った先に見える景色がこの阿蘇の雄大な景色、そして約800段の階段を登ったなって、おっさん頑張ったなって改めて思いましたね。最高の木島岳の景色でした。木島岳最高。いよいよ最後の厳選スポット紹介になりますけども、ここでですね一旦ちょっと休憩してですね、阿蘇で食べるべきランチ3点ご紹介します。阿蘇内巻温泉街にある知る人ぞ知る大人気店今金食堂さんになります。営業時間は10時からオープンしているんですけども、約1時間前ですね、9時から並ぶと全然並ばずにですね席に着くことができました。通常は並んでまでご飯食べようとは全然思わなかったんですけども、今金さん並ぶ価値ありです。そして次に向かったのが赤牛の人気店強盗屋さんですね。オープン時間は10時半からオープンしております。この日土曜日だったんですけども、10時15分に並んでなんと一番乗りでした。オープンして約10分後はもうめちゃめちゃ行列でしたね。こちらの強盗屋さんも絶対おすすめです。そして3つ目の阿蘇を代表するランチのお店、高森田楽の里になります。まるで漫画日本の昔話に出てくるような佇まいのお店ですね。昭和時代のじいちゃんばあちゃん家に行ったような本当落ち着く雰囲気のお店です。定食ですね。お肉、お野菜とお肉です。はい。こちらの桑の上に焼かれてきますね。上で倒れます。この状態で上を握ってくるっと回されてください。ヤマメが一番時間かかります。串をまっすぐ立てたら串が燃えてしまいます。ワンポイントアドバイスとすれば、真夏はですね確かにちょっとこのいろりの炭火がですね暑いので、真夏はちょっと避けてですね、それ以外の季節はベストだと思います。お客さんの層とすれば結構若い20代のカップルも結構いらっしゃいましたね。高森田楽の里おすすめです。それでは私が選ぶ阿蘇ツーリング2026年厳選スポットラスト5選。
ばいなこれ。これはこんなの初めて見ましたね。すごいです。こんな雲海は初めて見ました。すごい。この正面に見える方向が大観峰方面になると思うんですけども、多分大観峰はこの雲海で埋もれているんじゃないかなと思います。すごい。この馬がめちゃめちゃ可愛いですよね。あ、ベルサイユ様すごい可愛いですね。かゆいんか。そうか、かゆいんか。野生の馬には雲海なんて何でもないんですねこの雲海を見れる確率が高い季節は10月から11月がですね、一番雲海率が高いです。阿蘇ツーリング厳選スポット巡り2026、皆様も最後まで本当ご視聴ありがとうございました。この動画で少しでも阿蘇行きたくなるような気持ちになりましたかね。絶景、癒し、美食を全部詰め込んだこのルートで最高の思い出と達成感を胸に安全運転で阿蘇へぜひいらしてください。またこのおじさんと阿蘇で偶然じゃなく必然的に会いましょう。この動画を見て少しでも阿蘇に行きたいと思った人、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。2026年阿蘇は今からがバイクシーズン到来です。あと昨年ですね、2025年も厳選スポット出します。ぜひよろしければご覧ください。最後まで本当ご視聴ありがとうございました。また次回のツーポンチャンネルでお会いしましょう。それではまた、バイバイ。